はい、皆さんこんばんは。アストロカウンセラーの田原です。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は4月、5月、6月と3ヶ月分まとめた解説動画になるんですが、実はこの4月、5月、6月ってとっても素晴らしい上昇気流の運勢があるんですね。それを皆さんがどんな風に活かせるのか、活かしやすいのか、各星座解説していきたいと思います。でまたタロットも3ヶ月でどのような動きがあるのか、星っていうのは天気予報なので、この天気予報の中でどんなことに気をつけたらいいのかという心の持ち方も見ていきます。そして最後にオラクルカードも引きますので、ぜひ最後までご覧ください。ではよろしくお願いします。まず全体の星の動き、星の流れなんですけども、この4月っていうのは星の動きこちらなんですが、まず4月9日に皆既日食があります。これはお羊座で起こる皆既日食でして、ものすごくパワフルなんです。日食って普通で言ってもなんとなく体調があんまり優れないなって思う方も多いんですけど、それなぜかっていうと、それだけ何か見えないエネルギーがすごく動いている、新しい始まりになろうとしているっていう時なので、敏感な方っていうのはそういうのを無意識にキャッチして、なんとなく体が今変わろうとしているとか、意識が変わろうとしているってこともあると思います。でこれはもう3月の20日以降少し感じ始めている方もいると思うんですけれども、やはりスタートっていうのは4月9日がすごく適してるんですね。ですのでおそらく3月の20日から4月9日までの間に何かしら心の準備ができたりして、よしじゃあやるぞって言って進んでいくのが4月だと思います。ちょうどね、年度も変わっていろんな状況の中でやっていきたいっていう気持ちがムクムクと湧いてくるような時だと思いますね。でもう一つ、この4月の大きな星の動きとして、4月21日に木星と天王星のコンジャンクションというエネルギーがありまして、木星というのは占星術ではとっても好まれている発展や拡大を示す基地星って言われているものなんですね。私たちの何かやりたいことがどんどん発展していくとか、気持ちも楽観的になっていくとか、広がっていく、拡大していくっていうエネルギーと、あと天王星というのはオリジナルな能力を開発していくとか発展していく、特にそれが既存のものから新しいものに進化していくよっていう惑星なんですね。なので何か今までの自分の古い癖や当たり前だと思っていたことっていうものを超えて新しく発展していくよっていうエネルギーがすごくあるんです。でこれがまず皆さんの感覚の中で起きてくると思います。で感覚っていうのは、五感ですよね。自分が当たり前だと思っているこの五感の中で、もしかしたらこれは可能なのかもしれないっていう、自分の中の決まりきった考えではなく、可能性というものをもっと開いていこうみたいな形になるし、実際それを宇宙は応援してくれてるっていう時なので、それが各星座によってどの方向で応援されてるかっていうのが違うので、それちょっと後ほどね説明させていただきます。ただものすごくこれはブレイクスルーできそうなエネルギーなので、とてもいいんですね。そしてさらに次5月なんですが、5月はもう5月1日から火星もお羊座に入ってくるということで、より一層スタートのエネルギーをものすごく後ろから押されているような形になります。5月の中旬っていうのももう本当に豊かなお祭りみたいな感じのエネルギーでして、とっても強い勢いのある流れだと思っておいてください。中にはもうそれがわーっと舞い上がってるとか、もう上昇気流があるみたいな、もうすごく波が来てるっていう感じのエネルギーなんですね。で波っていうのは本当にそれだけ大きな波っていうのは、何もせずに飲まれてしまうとわーって自分がその中でぐるぐる回ってしまうみたいな感じがあるんですけど、自分がそれを意識して使いこなすぞっていうふうに意識することによって、ものすごい自分の力っていうものをその運勢によって押し上げてもらえるみたいなのもあるので、これはぜひね皆さんにね活用していただきたいんですね。この5月の動きっていうのが2024年の大きな転機になりますので、これぜひ自分の可能性を信じていい風に使ってください。でさらに5月の26日から木星というね発展拡大のエネルギーが今度は双子座に入るということで、さらに流動的になる、動きが速くなる、コミュニケーションが活発になるっていう流れが起きてくると思います。
もうこれがもう5月の20日以降、太陽がもう双子座に入ったあたり、もしくは5月24日以降、金星も双子座に入ったあたりからもうさらに流れが早いんですけど、とにかく5月っていうのはもう出だしから勢いが強い。そして中旬ぐらいっていうのはわーっと盛り上がって、さらに盛り上がったところから必要なところになんかエネルギーが流れていくっていう感じがあります。そして6月っていうのはこの5月に起きた流れを、どのように動かしていくか、どのように人と関わっていくかということで、コミュニケーションがとっても活性化するなっていう感じです。でこれは特に人との関係、関われば関わるほど得られるものがある、そこで感じるものがあるっていう風になると思いますし、もし人付き合い苦手ですっていう方も、自分の中で思考がすごく広がっていく、勉強が進むとか学びを吸収できるということもありますし、ビジネスも流れ始めるっていうこともありますので、6月は本当に豊かだと思います。特に6月の6日が双子座で起こる新月なんですけれども、この新月ってね、普通新月って太陽と月がひっついてるっていう日なんですが、それだけじゃなくて金星という喜びや社交性や愛情っていうのもぴったりこの時ひっついていて、おそらく皆さんの4月5月っていうのを過ごした後に何かしら自分の殻を破って出てきたもの、可能性というものが本当に手応えを感じて、嬉しいとか楽しいとか、とにかく喜びを感じてるんじゃないかなって思います。何かしらいい自分の進歩っていうものを感じて喜んでるっていうのが6月の全体的な流れかなと思います。すごくいいことばっかり言ってるように聞こえると思うんですけども、これがエネルギーをプラスに生かした時の形ですね。でもしご自身が今本当に動けないんだっていう状態だったりとか、ちょっと気持ち的にそこまでついていけませんっていうような状態であれば、周りがすごく早く感じたり、ものすごく強いエネルギーの中にいるんだと思ったら、そこに飲まれないように自分自身をしっかり保つっていう方法もありですから、その辺はですね、各星座細かく見ていきたいと思います。あともう一つですね、やはりこの動きが速くなる時っていうのは、もし何か問題があったとしても、その問題にずっととどまっておくということではなくて、何か流動的に動くことによって解決が見えてくるとか、違う進展になっていくということもあるので、とにかく6月以降は動きが速いんだと、流れているんだっていうことをご理解いただければ、いかようにでも皆さんの状況に合わせて活かせると思います。はい、ということでここから各星座よろしくお願いします。ではここから蟹座の皆さんの3ヶ月の流れをタロットで見てみたいと思います。タロットを見ながら星の解説も各星座ずつ入れていきますので、よろしくお願いします。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。3ヶ月の流れです。節制逆、ワンド10逆、カップキング逆、ソードエース、ペンタクス10逆、カップ8、ソード3逆。気をつけることやオラクルはストレングスと運命の輪と、オラクルは、ペンタクルスのナイトですね。そうですか。まず4月の流れからお伝えしておきますと、4月9日の皆既日食っていうのがすごく強いエネルギーなんですよね。でこの強いエネルギーを蟹座の皆さんは、特にお仕事や社会、または目上の人との関係において強く活かせるなという感じです。一般的には自分の社会が開けてきたなって感じたり、何か外に行く機会が増えたり、人脈が増えたりとかね、環境と関わる機会が増えるんじゃないかなって感じがします。むしろこのエネルギーを生かそうと思ったら、本当におじけづかずに家の中にいたりとか、それも楽しいんですけど、外に行って自分が見れる世界を見る、体験できる世界を体験するっていうのがいいと思います。まだこの時はこういう世界もあるんだとか、こういう人もいるんだということで見ていくのがとてもいい時なんですね。実際にもしかしたら何かの責任を任されたりとか、やってみてっていう形で新しい仕事を任されたりして、そんなの自分ができるのかなみたいな、急にドキドキしたり、ちょっとなんていうかな、自分には重いと感じるようなプレッシャーやチャンスっていうものが来てる方もいらっしゃるかもしれませんね。でまたはですね、この日食の前後っていうのはすごくやっぱりエネルギーが強くて敏感になりやすいので、
本来はチャンスなんだけど、そのチャンスを受け取れないみたいな、どうしようっていう形ですごく普段だったら何も考えずに淡々とできるところが、やけに仕事のことを考えてしまったり、これからのことに気を取られるっていう方もいらっしゃるかもしれません。ただこれはもう時間とともにスッと引いてきますので、今はとにかく4月は楽しむぞとか、世界が明るいんだぐらいの感覚でいてください。でその中で試されていることや自分の力を試すチャンスがある方は頑張ってほしいなっていう気がします。ただカードで見ると、あまりにも高い理想を掲げすぎて自分がもう疲れてませんかみたいな感じもメッセージもあるんですね。ありがちだと思うんです。運がいいよとかすごいいいねって言われると、私もじゃあ頑張るみたいになって、すごい高い目標を掲げてそこに必死でやろうっていこうと思ったら、もう疲れたとかもう無理みたいなね。本来はすごく頑張れるエネルギーだから頑張ってるんですけれど、その自分が思う頑張りが強すぎて疲れてしまって無理だっていうふうにできないとかって思いがちなんですけど、そこまで強いねなんかプレッシャーっていうのはあまりかけすぎないようにしてください。この時期っていうのは、これちょっと長い目で見ると、今年や来年をかけてゆっくりとじっくりと自分のね道を作っていくよっていう時なので、たまたまこの4月5月6月っていうのはすごく華やかでねいい上昇気流がありますけれど、まだまだ道は長いんだっていう感覚の中で、じゃあこの4月はいろんな世界が見えるなぐらいの感覚でいてくださいね。オラクルもねこのペンタクスのナイトということで、ゆっくりじっくりと自分の強みを育てていきますよ、世界を歩いていくよっていうふうに出ているので、それは気にしないでください。あんまりね気にしないっていうのは、そんなに長期でものすごい高いハードルに向かっていけてないからダメっていうふうには思わないということですね。そしてただもうこれだけ強い刺激が来ると、やっぱり自分の気持ちがちょっとどうかなとか思っていたとしても、周りからのね評価高かったりするんですね。実はすごく高い評価をもらっていたとか、信頼されていたっていうところからなんか任されて、じゃあやるみたいな、やるしかないのっていう形でちょっと挑戦していくっていうカードが出ています。そしてご自身ではまだねそんなにその挑戦が自分にとってプラスになってると思えない、ただしんどいだけのような気がするっていう方もいらっしゃるかもしれないですけど、でもかなりプラスになってるみたいです。ここは頑張っていただきたいですね。特に4月の21日の木星と天王星のコンジャンクションっていうすごく面白い、自分の枠を超えて発展していくよっていうのは、何に対して発展していくかっていうと、これから関わっていく人たちのなんか団体とかグループとかコミュニティとか、そういった自分が所属している場所だったり関わっている人たちの関係性っていうのが変わってくるよっていうふうに言われてるんですね。なのでもしかしてそれは今ある環境の中で自分を甘んじるのではなく、今ある環境の中からなんだか自分がちょっと引き抜かれるとか、なんか違う世界に行きたくなるみたいな刺激を外からもらって、そんなのできるかなとかどうかなって言ってまだ戸惑っているけれども、チャンスが来ているっていうのが4月だと思います。ちょっと見てみますね。なんか努力していかなきゃいけないんだっていう堅実な感じがありますね。なんか大きく賭けに出るっていうよりは、コツコツとしっかりとやるべきことをやっていく、その方が幸せなんだみたいな、あんまり大きく動かしたくないみたいな感じがあるんですが、ちょっとこの4月はねその思いよりも高いエネルギーが来てるというか、なんていうのかな、開かれてる道がご自身が想像してるよりも大きいっていう感じがするので、ここはね本当に自分のことどれぐらい認められてるのかなとか、自分でですよ、自分でどれぐらい自分が好きかなとか、この大好きな自分にこれからどんな未来を自分は与えてあげられるかなっていう感覚でいてください。そうすると入ってくるものがすごく変わってくる感じがします。なんか受け取ることを遠慮しているみたいな感じがちょっとあるんですね。はい。でそして5月なんですが、5月はですね、その火星というねエネルギーが5月1日からお羊座に入るので、特に仕事ね頑張るみたいな感じがあるんです。ちょっと4月はためらっていたこともやっていくっていうのもありますし、自分がやるって決めたら周りの協力も得られたとか、何かサポートがありますね。
こうバックグラウンドのサポートがあります。これは身近な人が応援するよって言ってくれたりとか、手を貸してくれたりとか、一緒にやろうって言ってくれたりとかして、何人かと一緒にこう新しい未来を見ていくっていう流れが起こるのが5月です。で5月とってもこのね、人との関係、チームでやっていくこととか人との関係っていうのがものすごく楽しいみたいで、とってもいい、これはね思い出になるので、ぜひ楽しんでやってください。思い出になるっていうのはね、じゃあ5月やったことがずっと続いていくかというと、実はそうではなくて、5月にやりきったことによって何かを卒業していくっていう流れになるんですね。ですのでもう最後というか、こう5月にじゃあ今これまでやってきた環境の中で自分ができることを精一杯やろう、いろんな人と関わろう、恩返しをしようみたいな形でやっていくことが、なぜか自分の未来につながり、そこから自分が抜けてどこかに行くのかなっていう感じがします、カードで見てもね。そして5月は全体的にとっても舞い上がっていくみたいな、そういうエネルギーですし、特に5月の20日以降ももう強いんですけど、でも5月中旬が一番強いですね。そのあたりにみんなと仲間ととってもいい思い出を作ってほしいなって感じがしています。家族と一緒でももちろんいいですよ。豊かさを感じてほしいです、たっぷり。そして6月なんですが、6月はね、全体的にはその自分の新しいフィールドとかこう殻を破って喜びを感じるっていう時なんですけれども、蟹座の皆さんにとっては何かね、ちょっともう十分5月で満足したから、ちょっと違う世界で私はゆっくりさせていただきますっていう形でね、どっかに行ってそうな感じがします。でこれは今年1年のテーマの後半のテーマにもこの6月から入っていくんですけれども、これね今3ヶ月って見てますが、きっかけが6月にあるっていうことですね。6月から新しい人生の、レールを軌道修正するっていう感じがあるんです。なのでここまで本当に頑張ってきたっていう方はちょっとお休みモードに入ったり、自分を喜ばせてあげるっていう、自分のまるでこう体とか魂とかをゆっくりさせてあげる保養所に行くみたいな、そんな感じなんですね。リゾート土地でもいいですし、何かゆっくりできる場所に、日常から離れてゆっくりできる場所に行って、自分をゆっくり癒して整えて、そしてまた来年のね後半から始まる流れに備えるよっていう形なので、少し何かを本当に手放していくっていう感じなんです。なので冒頭でお話ししたこう月食から日食までの間、本来でしたら4月9日までにいろいろ手放してねなんですけど、それはこの期間で見た時の話であり、もっと広い期間でいくと蟹座の皆さんっていうのは、この4月9日とかもしくは5月あたりっていうのはすごく社会で活躍する、もしくは自分の力を社会に思いっきり出す、そのことによって満足して6月からちょっと違うレールに行きたくなる。でその違うレールでいろんなことを整理したり、自分というものを振り返り整え、そしてまた来年以降から新しい12年が始まるようなので、少しその手前のねところなので何かが変わっていく感じがするんです。それは感覚的なものですね。感情や感覚、そしてそのことに少し後ろめたさを感じてるんですね。ここまで一生懸命やってきてみんなにも認められてるのに、なんか抜けていいのかな自分がとか、なんか今まで逆にねたくさんの人がついてきてくれて一緒にやってきたのに、自分が方向を転換するって言ったら周りの人はどう思うかなとか、そういう少し後ろめたさみたいなのを感じてるなっていう感じがします。でもこれはね自然の流れなんです。また出ましたよ。なんていうかな、人は成長していくし、もちろん一日の中でもね、朝起きて活動する時もあれば、夜になったらゆっくり眠たくなるとか、そういうバイオリズムがあるように、1ヶ月の中にもあるし1年の中にもあるし、自分の人生一生の中にもそういったバイオリズムがあるっていうふうになると、6月以降少し自分が変化してくるっていうのを感じる方が多いと思うので、それは誰も別に傷つけない、悪いことでも全くない、自分にとって必要な進化が自然な流れが起こってるんだと思っておいてください。もうまさにね、ここでもこの3ヶ月で、今見てるのは3ヶ月なんですけど、3ヶ月で見てもこのストレングスというカード、不可能を可能にする力、本当の力、愛の力と、そしてそのタイミングが来るよっていうふうに言われているので、何かもうはっきりとした自分の中での完成があり、次に行くっていうような感じがするんですね。
そのタイミングが来るよって言われてるんです。でここでもさっきちょっと6月後ろめたさを感じながら次のこと感じてるなって言ったんですけど、それでもやっぱりここでね愛の力っていうのが出ていて、これが2枚出るっていうのはもう本当に素晴らしいすごいパワーが自分の中から湧いてこようとしているっていうことなんです。ですから衝動として次のサイクルに入るなんか新しい衝動みたいなものがおそらく生まれてくるんだろうなと思います。人生の新しい展開ですね、これは。なんていうか、若い方でしたらやはり子供をもう一人欲しいって思うとかね、それ思うってすごいことじゃないですか。また生活が変わるし、もうガラッと変わる。でも実際生まれるまではもう少し時間がかかるみたいな、そういった思い、新しい人生の思いっていうのが湧いてくるっていう感じなんです。でとてもだから幸せな感じですね。ゆっくりと未来を見てるよみたいな感じなので、この3ヶ月のことで言うと本当にちょっとおさらいですけど、4月は社会運が強い、外に出てねって、いろんな人と関わってね、刺激をもらってね、そして自分ができることを目いっぱいやってくださいと。で5月は一緒に仲間と何か協力したりとか、セレブレーションですね、喜んで楽しいなって言いながら、一人じゃなくて誰かと関われる喜びの中で十分に人の豊かさを感じてほしい。でそれをやりきった後は自然な流れで何かを手放していく、もしくは自分がこっちに行きたいっていう方向に流れていくなっていう感じです。でもとってもその6月って全体的にはね、優しいエネルギー、喜びを感じやすいエネルギーなので、自分がよくやったなっていう5月までのね、5月末までのよくやったなっていう感覚をもとに、6月は新しい計画、新しい感覚っていうのが湧いてくるんだなと思います。でそれをもとにですね、ちょっとカードを見させてください。ちょっと現実的なことはあんまり言ってないですけれど、今のお話をね、ちょっとご自身の仕事とか人間関係とか、一番自分が気になっていることに当てはめて考えてみてくださいね。ちょっと最後にね、オラクルカードを見させてください。蟹座さん、コネクションということで、このカードも綺麗なカードですよね。このカードを見て何か感じることがあれば、ぜひまたコメントでお寄せください。どのように感じてもそれはメッセージですからね。パートナーシップとか、新しいねつながりっていうものができてくるみたいですよ。これ3ヶ月のメッセージなので、まずはやっぱり外に出るとか、自分の内側だけでとどまらずに、この春っていうのは外に出てほしい、いろんな人と関わってほしい、その中で達成できることをやってほしい。そうすることで全く今までと違う何かのコネクションがまたできてくるっていう感じがしました。はい、ということで、ぜひ楽しい3ヶ月にしてください。有意義なね。ということで、今回も最後までご視聴ありがとうございました。また4月9日の月食までに次の動画をアップしたいと思います。今回もありがとうございます。では失礼します。